心の薬チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、僕がものすごく仲が良くてめちゃくちゃ勉強家で、うちのお店の指導もやってもらっている北田礼二さんっていう人がいるんですけども、その人となんと今回は対談をみんなにお送りしようと。それどうしてかというとですね、その対談をしようと思ったのは、商売をしてたり事業をやってたりしてる人にとっては、対人関係とかさ、そのチームワークとかそういうのも大事じゃないですか。そういう人をまとめたりチームをいいチームにする、エキスパートの方なんで、今日は北田さんに来てもらって、ちょっと2人で、今一番大事だって言われているホスピタリティですよね。これやっぱりものすごく今大事。要するによそよりもお客様を来ていただこうとか、高品質でやっていこう、今から質の時代なんでね、そうなったらやっぱりホスピタリティが非常に大事になってくるんで、ではご紹介します。北田礼二さんです。はい、ありがとうございます。北田です。どうぞよろしくお願いします。こちらこそ。今日は北田さん、ホスピタリティの話をしましょうか。はい。で、視聴の皆さんは、どんなお仕事をしてるかわからないけども、対人関係とかね、お客様がいるお仕事とか、相手がいる、ほとんど商売ってそうですよね。それで、その方たちに今一番必要だと言われているのが、おもてなし、ホスピタリティじゃないですか。はい、それの話をちょっと僕の切り口と北田さんの切り口で話してみましょうか。はい。今ですね、よく言われるのが、そのサービスとホスピタリティの違いみたいなね。これは、どういうことかっていうと、僕は美容師なんで、お客様が言われた通りの髪型をカットしてあげるとか、シャンプーって頼まれるとシャンプーをするっていう、これがサービスですよね。で、ホスピタリティっていうのはこのサービスを超えたプラスワンですね。その言われたようにシャンプーをするとかカットをするとかするけども、その時に例えばすごくいいタイミングで笑顔でちゃんといい言葉をかけるとか、お客様がこれが必要だなと思ったら言われなくてもそれをそっとこう添えるとかさ、そういうそのプラスワンのことを、今ホスピタリティって言うじゃないですか。これっち今すごい大事で、車なんかでもその何百万もするやん、なのに対応した人が良かったから買ったなんていう話よく聞くじゃないですか。それとか北田さんとよく一緒に日本中のそのお客様が多いレストラン行くじゃないですか。やっぱ行ったら結局美味しいのは美味しいけど、それを上回る気持ちにするのはさ、やっぱ相手の対応力とかじゃないですか。だからそこら辺をみんなにこう重要性を興味に伝えられたらな、また仕事も楽しくなるしね。どうですか、北田さんの感じでホスピタリティで大事なポイントとかさ。やっぱりお客様を喜ばすっていうことは大前提やけど、やってる本人も楽しい。そう。でどんどん盛り上がってくるっていうことは、仕事が楽しくなるっていうのは、両方の局面あるじゃないですか。で、僕はなんとなくホスピタリティっていうのは決まったことをやらされるんではなくて、こう自分で考えて動くから、仕事の醍醐味みたいな。でそこが評価されてハマるともうすごい楽しい。そんな感覚ですかね。だから全てに心気持ちを込めるみたいな。そうしていくと、久保さんが言われたサービスよりももう一個超えた部分とか、車売ってるんだけど結局は自分のファンが増えていくみたいな。そんなことが僕はホスピタリティだと思うので。それをじゃあさ、ホスピタリティをマスターするにはちょっとどうしていいか分からないっていう人もいるかも分からないで、こうテクニック的な部分。そう大事なポイントっていうか、まずこことこう押さえた方がいいですよみたいな、ちょっと教えてあげてよ。僕はとにかくまず相手をよく見る。よく見る。だから今は多様性の時代と言われてるし、一人一人やっぱり価値観が違うので、とにかく、例えば美容室に来られてもその人が何を望んでるのかも違うし、もっと言うと日によっても違うから、いつも元気やけど今日は元気ないなとかもよく観察をしてっていうことがまず大切。そうやね。だって
すごいスペシャリストの人になると、ちょっと見ただけで右利きとか左利きとかね分かるでしょ。コーヒーの取っ手をそっちの利き手の方にこう向けるとか言うもんね。その辺の観察力って大事ですよね。で次はよく見てすると、推理する。今日は何をしてほしいんかとか、何を望んではるんやろうっていうことを推理するっていうことがこう繰り返し経験されてくると楽しくなるかな、もっと。推理ね。予想っていうか、こうじゃないか言われてからではサービスになるんで、こうじゃないかって、一歩先、そういうことか。それをこう心がけるんやね。そうするとなんとなく相手も分かってくるし、自分のことも、仕事っていうのは理解できるので、でそれをちゃんと行動するっていう、だからここでの移すと観察する、推理する、理解する、行動するっていう風なものをこう回す感覚ですかね。スパイラルですね。その回してるのがどんどん誰かを喜ばしたいとか、外に広がっていけば輪っかが広がっていくんで、いろんな人を巻き込めるし、自分も楽しいしっていうのが、本来のホスピタリティ。そうですね。それがこう今すごい大事と思いません？コロナの後でもあるし、いろんな問題で結局お客様の気持ちが冷めてるっていうのはおかしいけど、ちょっとこう逆に欲してるっていうかね、そういうその優しい言葉とか、その微笑みとか、そういうその対応力、空気感みたいなものがいいところにお客さんが集まってると僕思うんですよね。だからお店に行く理由がそこになったっていうか、食べるだけだったらテイクアウトでもいいけど、行く意味っていうのはなんかそこの空気感とか、その人と接することとか、やり取りとかに意味があるから、やり取りしてくる人が作業的でやらされてる感だと、もう全然テイクアウトで十分よねみたいになっちゃうので、やっぱり、足を運んでもらうっていうことに対する自分たちの気持ちっていうのが、すごく久保さんが言われるようにホスピタリティだったりプラスワンとかすることが、もともとはホテル業界とかで、ね、言葉になってしまったけど、どの業界も、今違いますもんね。どの業界も、で、スタッフ同士も、もしくは家族友達もやっぱり観察して、久保さんよく言うじゃないですか、人の喜ぶことを俺やったら嬉しいから俺はやってあげるよっていう、もうホスピタリティのそのままじゃないですか。そうですね。もしみんながそんな風に思えたら。そうですよね。それとかさ、こんなもんないですか。いつもお客さんのことを観察して推理するやん。っていうことはさ、相手の喜びをずっと考えるわけやん。だからみんながそれしてたら、店の人たちの方向性っていうかさ、思いもこうつながってくるっていうかさ、言い方変やけどチームワークが良くなるっていうかさ、やっぱこうしたら喜びやない、こうしたら喜びやないってみんな同じ方向見てたら、結局その店自体のこうエネルギーっていうかさ、パワーがついてくるとかさ、そういうのありますよね。人と人との重なる部分が多くなればなるほどやっぱつながりが強くなるし、久保さんは覚えてないですかね、昔こうリレーのバトンタッチみたいな例え話したことがあって、その助走がなく渡してるのと、長い助走があってここが重なっていることによってやっぱりいいチームになっていくし、スピードも上がるしっていう。であの時はやっぱちゃんと渡そうと思うし、もらおうと思うし、でも大きな目標としたら早く行きたいっていう、なんか全部がそれがホスピタリティっていうか、心気持ちを込めて一つの目標目的に向かっていくっていう、意味みたいな。そうですよね。やっぱ大事なことだし、僕はですよ、どっちか言うと自分の従業員も大事だし、お客さんも大事なんで、料金を安くして、その質を下げていくっていうのはもう時代じゃないと思うんですよね。人口も減ったりしてるし、そう考えると今から大事なのはそこの部分じゃないかと。プラスワンのね、やっぱり気持ちがいいからちょっとでもお金払っても全然嫌な気持ちがしない、また行きたいっていう再来店率が上がっていく、ずっと長く付き合いしてくれるファン客になっていくっていう。今日ホスピタリティだけだからあまり長く話することはできないけど、それの後にはこうファン客を作るとか、そのインナーホスピタリティと言われる、その自分とこのチーム自体のホスピタリティができてないとダメだよねっていう気遣いとかね、そんな話もまたいずれできたらいいですね。多分これからはすごく大切な部分になると思うんで、今出たワードなんかは、きっとみんながやるといいねの先っていうか、この仕事やってよかったな、この人と出会えてよかったなって思ってもらえるのが、
なんかお話できたらいいですね。まあでも原点はホスピタリティだと思いますよ。そうやね。はい。まあなんかこの2人でやるのもおもろいね。おもろいやん。まあ面白い。なんか視聴者の皆さんがどう思うか分からないけど、やってる方は面白いね。意外と普段喋ってるようやけどなんか違うからまあ結構楽しいですね。なんかいい。これ好評関係なくちょいちょい入れていこうかね。わかりました。よろしじゃあくお願いします。皆さんそんな感じになると思うんで、お願いします。皆さんどうでしたか？面白かったでしょ？対談は大変ですけどいいですよ。またこれからもちょくちょく木原さんももちろんですけども、いろんな人に来てもらったりそれとかですね、ちょっとカミングアウトすると面白いのもやりたいと思ってるんですよ。例えば僕キャンプが好きだからキャンプとか、酒席も好きなんで、お酒飲むのも好きなんで、その時にいい話とかそういうのも交えていきたいと思うんで、皆さんまたお会いしましょう。